こんにちは、愛病家の皆さん。今日は飼い主が気づかない間に猫に与えてしまっているかもしれないストレスや問題点についてお話ししましょう。愛病との生活はとても楽しいものですが、時に私たちの無意識の行動が彼らにとってはストレスになってしまうこともあります。一見無害に思える行動がどのように猫に悪影響を与えているのかを解説していきます。もしこの動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。猫を本当に理解し、より良い共生を目指すために、これらのポイントを一緒に見直していきましょう。一つ目は、牛乳を与える、です。牛乳は多くの人々にとって健康的な飲み物とされていますが、実は猫にとってはそうではありません。なぜなら、多くの猫が乳糖不耐性を持っているからです。猫が成長すると、乳糖を分解するための酵素、ラクターゼの生成が減少します。そのため、牛乳を摂取すると、乳糖が適切に消化されず、腸内で発酵してガスや不快な症状を引き起こすことになります。牛乳を飲んだ後に、腹痛、嘔吐、下痢といった消化不良の症状が現れることがあります。これは猫にとって非常に不快で、場合によっては健康を著しく損なうことにもつながります。牛乳の代わりに猫用の乳製品や乳糖を含まない代替品を提供することをお勧めします。市場には猫専用のミルクがあり、これらは乳糖が除去されているため、猫が消化しやすくなっています。また、猫が水分を十分に摂取するように、常に新鮮な水を提供することも大切です。猫の健康を守るために、私たち飼い主ができることは数多くあります。牛乳を与えるのをやめ、猫に適した代替品を選ぶことで、彼らの生活の質を向上させ、健康を維持することができます。2つ目は、同じ食べ物を与える、です。猫の食事において、多様性を持たせることは非常に重要です。多くの飼い主が常に同じタイプの食べ物を提供していますが、これにはリスクが伴います。なぜなら、食事の多様性がないと、猫が特定の食品に依存する傾向が強まるからです。さらに、いざという時に食事を変更する必要が生じた場合、猫が新しい食品を受け入れず、栄養不足や健康問題を引き起こす可能性があります。猫は食べ物によって異なる栄養素を必要としていますし、食品の味や質感の変化も彼らの興味を引き続けるために有効です。安全な方法で複数の食品を導入し、猫の食事の多様性を持たせることが推奨されます。新しい食品を導入する際には、少量から始めて徐々に量を増やし、猫が新しい食品になれるようにします。猫が様々な種類の食品を受け入れるようになると、将来的に食事の変更が必要な時にもスムーズに対応できるようになります。常に同じ食べ物を与えるのではなく、様々な種類の食品を取り入れることで、猫の生活を豊かにし、健康問題を予防することができるのです。このように、食事の多様性を意識することで、愛病との生活がさらに充実したものになります。3つ目は、日常を変える、です。猫は習慣に強く依存する動物であり、その日常生活において安定した環境を好みます。飼い主が見落としがちなのは、日常の小さな変更が猫にとって大きなストレス源となる可能性があることです。例えば、家具の配置を変えたり、餌の時間を急に変更したりすることが予想以上に猫を不安にさせることがあります。猫が新しい環境やルーティーンに突然さらされた時、それに適応するのが難しいため、ストレスや不安を感じることがあります。これを解決するためには、生活の変更を徐々に導入することが効果的です。家具の配置を変更する場合は、一度に多くのものを動かすのではなく、少しずつ順番に配置を変えることが推奨されます。また、餌や水の場所、トイレの位置など、猫が日常的に使用する場所の変更も、猫が新しい状況に慣れるために、時間をかけて行うことが大切です。飼い主は、猫が新しい環境に慣れるのを助けるために、積極的に接触を試み、安心させる行動をとることも重要です。猫が新しい環境や変更に慣れるまで、根気強く支えることが必要です。日常の変更を徐々に行うことで、猫が感じるストレスを最小限に抑え、より快適に過ごせるようにすることが、愛病を健康で幸せに保つ鍵です。4つ目は、歯の衛生を怠る、です。
猫の健康管理において見落とされがちなのが歯のケアです。猫の口内は自浄作用が限られており、適切な歯のケアが欠かせません。多くの飼い主が気づかない中で、猫の歯の問題は徐々に進行していることが多いのです。歯垢や歯石の蓄積は口内病だけでなく、全身的な健康問題を引き起こす原因となります。これを防ぐためには、日常的に猫の歯を磨くことが推奨されます。しかし、すべての猫がブラッシングを容易に受け入れるわけではありません。そのため、猫が小さい頃から徐々にブラッシングに慣れさせることが重要です。また、獣医師による定期的なチェックも欠かせません。専門家による定期的な口腔内検査とクリーニングは、歯石の除去や初期の問題の発見に役立ちます。猫の口腔ケアを怠ると、彼らは痛みを訴えることなく苦しむことが多いです。ですから、飼い主としては彼らの日常的なケアに歯の健康を含めることが非常に重要です。適切な歯のケアを行うことで愛病の全体的な健康を守り、より長く快適な生活を送らせてあげることができます。5つ目は嘔吐を無視するです。猫が嘔吐するのは比較的一般的な行動であり、時には毛玉を出すために吐くこともあります。しかし、嘔吐が頻繁に起こる場合、これはより深刻な健康問題の兆候である可能性があり、注意深く対処する必要があります。猫の嘔吐が頻繁に発生する主な理由としては、食物不対症、消化器系の疾患、内部寄生虫、または他の疾患が挙げられます。このような問題を早期に発見し対処するためには、猫が嘔吐するたびにその状況を詳細に観察することが重要です。嘔吐の内容物、嘔吐の頻度、嘔吐の状況、およびそれに伴う他の症状を記録し、獣医師に報告することが推奨されます。嘔吐が頻繁に起こる場合は、速やかに獣医師に相談することが最も重要です。猫の嘔吐を無視することは、猫の健康にとってリスクが伴います。飼い主としては、猫が示す健康問題のサインに敏感であることが求められ、適切なタイミングで専門家の助けを求めることが重要です。これにより、猫が健康で快適な生活を送れるよう、サポートすることができます。6つ目は、有毒な植物を育てるです。猫を飼う過程で見落とされがちなのが、室内装飾に使われる植物の安全性です。多くの一般的な装飾植物が実は猫にとって有毒であり、これらの植物を誤って摂取することは猫に重篤な健康問題や中毒を引き起こす可能性があります。例えば、ユリ科の植物は非常に美しい花ですが、猫にとっては極めて有毒であり、少量を摂取しただけで重度の腎臓障害を引き起こすことが知られています。同様に、アロエベラやポトス、リフェンバキアなども猫に有毒な成分を含んでおり、これらの植物に触れたり食べたりすることで嘔吐、下痢、より深刻な場合には命を脅かす健康問題を引き起こす可能性があります。この問題に対処するためには、猫を飼っている家庭では猫に安全な植物を選ぶことが重要です。さらに、家庭内で植物を置く場合には、それらが猫の届かない場所に配置されるように注意することも大切です。猫の安全を守るためには、飼い主としてどの植物が猫にとって安全であるかを知り、適切な対策を講じることが必要です。これにより、猫が健康で安全な環境で生活できるようにしましょう。このような配慮が猫と共により快適に暮らすための一歩となります。これまでに挙げた例を通して、猫の健康と幸福を維持するために、飼い主が意識すべきポイントについてご説明してきました。猫を真に愛するということは、彼らが快適に過ごせるスペースを整え、彼らのニーズを理解し、そして彼らが喜ぶ方法で彼らをケアすることを意味します。今回取り上げた内容を実践することで、あなたの愛病も健康で幸せな生活を送ることができるでしょう。また、何か異常を感じた場合は、早めに獣医師に相談することが重要です。猫との日々は貴重なものですから、その時間を最大限に楽しむためにも、今日からできることを一つずつ始めてみてください。視聴者の皆さんも、ぜひこれを機に、愛病のケア方法を見直してみてはいかがでしょうか。